こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連では SEC がスポットイーサ ETF のオプション取引承認の可否を延期しています。対象はナイスのグレースケール、ビットワイズのスポットイーサ ETF のオプション取引が延期となっています。次回期日が書かれてないんですが、こちらもトランプ政権になってからどうなるのか注目ですね。あとはブラックロックのスポットビットコイン ETF IBIT の総資産額が同じくブラックロックの金の ETF IAU を上回ったのが話題になっています。 IAU が325億ドルに対して IBIT が329億ドルと上回っています。連日の流入から急上昇してますね。立ち上げから1年経たずに更新ということで史上最も成功した ETF とも言われています。こちらも今後どこまで伸びるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.87 億ドルの純流入となっています。ただ先ほどブラックロックにプラス2億ドルの流入があるという情報が流れたので全体でプラス 2.8 億ドルほどの流入となりそうです。前日の7日では IBIT 全体ともに過去最高の流入となったのが注目されています。イーサは全体でプラス 0.26 億ドルの純流入となっています。こちらもブラックロックがプラス 0.6 億ドルということなんで全体ではプラス 0.86 億ドルほどになりそうですね。徐々に流入が増えてきてます。香港はビットコインがマイナス 9.97BTC マイナス76万ドル相当、イーサはゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在76,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では米ミシガン大学消費者信頼感指数が予想以上の結果となってますけども、発表以降は米国債金利は下がってまして米株各指数は続伸となっています。SP500、ナスダック、ダウ平均はそれぞれ ATH 値を更新してまして、ビットコインも一時77,100ドルを突破して再度 ATH 値更新となっています。米国債金利は 4.308 を推移しておりまして、ナスダックが 21,117、S&P500 が 5,999、ダウ平均が 43,988、キンゴールドが 2,684 ドル、日経平均が 39,500 円、ドル円が 152.56 円となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.40%、額としては464億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.2%、バイナンスミはショートが 62.4% と下やりになっています。今後の指標としては11月12日に米雇用統計、11月13日に米 CPI、11月14日に米 PPI、米新規失業保険申請件数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、トランプ大統領誕生とソラナミームが仮想通貨市場を後押ししているとか、あとは2026年末までに仮想通貨の時価総額は3倍になる可能性があるとか、あとはビットコインは30万ドル突破する可能性があるとかですね、コインベース、スタンダードチャートド銀行、バンエクの CEO らの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想ではトランプ大統領が誕生した週の最終日になるんで、このあたりで一旦手仕舞いする人が増えて調整に入るんじゃないかと。なので11月9日 AM6 時時点のビットコインは昨日の76,100ドルよりも下という予想でしたけども、結果としては米株続伸からビットコインも再度 ATH 更新、その後調整入ってますけども、本日6時時点では76,591ドルということで76,100ドルよりも上なんで外れです。はい、ではこれでまたリセットゼロからスタートですね。で本日はもう週末の土曜日なんで、次は11月12日火曜の AM6 時時点の予想ですね。上です。週明けも重要指標ないですし、連休中も24時間営業のビットコイン仮想通貨市場に資金流入があるんじゃないかなと。多少の調整挟んでもじわ上げして現時点の価格よりも上回ってるんじゃないかなと思いました。なので11月12日 AM6 時時点のビットコインは現在の76,300ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら週足の伸びが怖いところですけども、トランプ大統領誕生後初の週明けどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2970ドル、BTC 建ては 0.0389 と、先物の方では OI は全体でプラス 1.5%、額としては168億ドル相当、未だ増加しています。比率として全体ではショートが 51.8%、バイナンスミはロングが 61.9% と下寄りになっています。
イーサレム関連ではイーサレム財団が財務状況の報告をしてまして、10月31日時点では資産が 9.7 億ドル相当とされています。2年前の16億ドルから約 39% 減少していることが各所でピックアップされています。あとは先日の研究員のエーゲンレイヤー顧問の辞任問題からスタッフの利益相反ポリシーを厳格化することも発表してますね。ETF のオプション取引承認延期と財団の財務状況があんまり良くないこと、最近価格が上向きになったタイミングで比較的ネガティブなファンダが出てますけども、このイーサ財団の財務状況に関してはこのチャンネルでは2ヶ月前に取り上げてまして、知ってる人からすれば織り込み済みなのかなと思います。今回のバブルまで持てばいいと思ってる人が大半なのかなと思いますね。チャットだけ見たら直近高値再度更新してまして3000ドルの攻防となってます。BTC 建ても 0.039 と0.040 に近くなってきてますね。ETF も好調で OI も高水準キープとなってますけども、3000ドルを超えられるのか注目ですね。あとその他の動向ではトランプ氏の共和党が下院でも議席過半数獲得しそうだということや、テザーが中東の石油市場に参入したこと、あとはジャック同士のブロック社が Web5 を閉鎖、マイニング事業に注力することなどが話題になっています。まず米選挙戦の動向に関しては、大統領が共和党のトランプ、上院も共和党が過半数を獲得してて、あとは下院がどうなるか、民主党が取れるのかというところが注目されてましたけども、現時点では下院も共和党が過半数を占めそうだと、共和党が完全制覇するんじゃないかと見られています。で、今までの米政府の動きではですね、その仮想通貨に有利な法案が提出されても、下院を通過しても上院で否決されてたり、大統領の拒否権発動で実現しなかったり、そもそも通過が期待できなかったんですけども、全部共和党となるとですね、今までの仮想通貨法案も通りやすくなるんじゃないかということで界隈でも期待されています。あとテザーに関しては超大手上場石油企業に約4500万ドル相当の資金提供したと発表してまして、同社初の中東地域での原油取引サポートをしたと、貿易方面にも力を入れていくということで注目されています。あとはブロック社の Web5 閉鎖ですね。マイニング事業に注力するために分散型プラットフォーム Web5 を開発する事業と音楽ストリーミングアプリタイダルへの出資を縮小すると発表しています。Web5 は発表当初話題になってましたけども、今回で終了となってますね。あとここからアルト関連になります。各所で中国民が香港の仮想通貨系企業 IDA が発行したステーブルコインを購入できるようになったという見出しが出てるんですけども、中身を見るとフレアとレッドデートテクノロジーが手掛けている世界初の分散型 ID KYC トライアルを通じての利用とされています。香港の新たなステーブルコイン規制にのっとって中国の分散型 ID システムリアル DID を使用してステーブルコインの合法的な取引を可能にしたと発表されています。フレアの価格は現在 0.13 ドル、BTC 建てはプラス 2.0%、時価総額は125位ですね。XRP との相関が強い銘柄でしたけども、ここから単独で強くなれるのか注目ですね。あと上昇率ではエイダの高騰も目立ちましたね。最近ではドバイでのカルダノサミット2024開催が注目されています。エイダの価格は現在 0.433 ドル、BTC 建てはプラス 4.4%、時価総額は10位ですね。量子コンピューターの話題が出るとまた強くなりそうですけども、こちらも市場全体の上昇に乗れるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではバイナンスラブスがバイオプロトコルに金額非公開の出資を発表しています。バイオプロトコルは DAO を通じて新薬の開発や資金提供を共同で行えることが特徴とされてまして、バイナンスラブスとしても初の分散型科学デッサイ分野に参入ということで注目されています。こちらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。